ちょっとまだちっちゃいんだけど、中見てみましょう。ポキッとな。まだね、この時期のくるみかなり小さいです。割ってみましょう。こんな感じで中にはまだくるみの殻がありません。ただ今回はそれが大事で、この未熟なくるみを採集していきます。この鬼ぐるみが熟したものの殻は非常に硬くて、くるみ割り人形に噛ませると人形の顎が破壊されます。流通している殻付きのくるみはペルシャぐるみといって殻が薄いので簡単に割ることができます。時々ロシア人が指でくるみを割っている動画を見かけることがありますが、あれはペルシャぐるみだからできる芸当であって、鬼ぐるみでできたら本物の鬼です。いやー、いい天気ですね。河川敷の散歩はとても気持ちがいいです。こんな感じでくるみがあるんですけど、よいしょー、鈴なりのくるみゲットー。ほら、あそこにもあるくるみの実ってなんか可愛いですよね。すごい鈴なり。はい、ゲットー。いやー、たっぷり。そして河川敷の散歩がとても気持ちがいいです。トンネル草あっぱら。はい、たくさん取れました。今回はこれを持ち帰ってのちのを作ります。ということで帰宅。くるみを一つ一つばらしていきます。こんな感じでゴミがたくさん浮いてくるんで、しっかり取り除きましょう。こんな感じでたくさんゴミが取れました。あと 2,3 回は洗い流したいと思います。それじゃあね、準備が整ったんでのチーノを作っていくんですけど、このくるみをそのまま瓶に入れるのではなくて、くるみを割って瓶に入れていきます。ザクッと。割れました。こんな感じです。まだ殻が硬くなくて、ナイフでサクッと切れるのがこの未熟果の特徴です。くるみを未熟果のうちに収穫するのはナイフで切れるというところにポイントがあったのと、芯の部分がまだ形成されていなくて、このように液状なんですね。ちょっと舐めてみたいと思います。ほのかに甘みがあって舌先がしびれますね。ちょっと渋いというか、甘みと渋さが混ざったようなそんな味です。そこまで渋くないかな。でもちょっと舌先がピリリとしました。フルーティーな香りとともに甘みがあって、その後にね、渋みが来るような感じがしました。くるみを未熟果のうちに取るのは、中の芯の部分がまだ液状であるということがポイントです。今面白いくるみがありました。割ってみたら中に種の部分が2つありました。こんなのもあるんですね。全てのくるみを切り終えました。そしたらここにウォッカを入れていきます。のチーノはイタリア北部で親しまれているリキュールで、家庭ごとに加えるスパイスが異なるのも特徴です。定番的なスパイスだとクローブ、シナモン、バニラビーンズあたりだと思いますが、今回はまずくるみリキュールの素の味をお届けするためにノンスパイスで漬け込んで味見してからスパイスを追加するスタイルにしたいと思います。続いてもう1本。果実酒を作るのに一般的なホワイトリカーでも全然いいんですけど、今回はね、イタリア北部の伝統にちなんでウォッカを使ってみたいと思います。足りるかな？ギリギリ足りた。このままつけて1ヶ月後にお会いしましょうというわけにはいきません。のチーノはちょっと他の果実酒とは違って、このままつけて放置すればいいのではなくて、毎日蓋を開けて新しい酸素を取り込んでガシャガシャ揺すってくるみの成分を酸化させて真っ黒いお酒にしていきます。このまま飲むとね、非常に渋いお酒なんですけど、しっかり酸化して真っ黒いお酒になることで、その渋みがまろやかになって美味しいお酒になるわけです。それではこののチーノが黒く変色していく様子をお届けしたいと思います。すみません、データが飛んで黒くなっていく様子をお見せすることができません。ただまあこんな感じで真っ黒になりました。約4ヶ月半経ったんですけど、今日は中からくるみを取り除いて、バニラビーンズ、シナモン、クローブのスパイスを入れていきます。まずはくるみを取り出していきましょう。こんな感じ。めちゃくちゃ真っ黒です。匂いはどんなかな？なんかもともとなかった甘い匂いがしてますね。あとちょっとね、独特な香りがしてます。緑っぽい匂い。くるみのこの色っていうのはインクにも使われる色なので、本当に真っ黒なんですよね。立ち上がってくる匂いが独特で面白い香りしますね。ほんのり甘いんですけど、青っぽい匂いがちょっとしてます。めちゃくちゃ真っ黒ですね。くるみの芯の部分にあった液体は全て抽出されましたね。これかじってみよう。あ、普通にかじれる。渋みがなくなってます。飲み込めるぐらい普通に味がなくなってる。しっかりエキスが染み出たことが分かります。味見をしてみます。くるみとウォッカだけの真っ黒。いただきます。どことなくくるみのようなナッツのような香りが入ってるんですけど、そこまでパンチがあるような感じじゃないですね。渋みもなくて飲みやすいです。それではここにこのスパイスを入れていきます。今回はシナモンとクローブとバニラビーンズを入れていきます。これはクローブです。いい香り。これくらい入れます。バシャッと。そしてシナモン。いい香り。これは5本入れます。よいしょ。そしてバニラビーンズ。甘くていい香りなんで、バニラビーンズはね、ふんだんに使っちゃいましょう。うわ、めちゃくちゃいい香り。アイスみたいないい香りがします。まあアイスがバニラビーンズの香りなんですけどね。うわ、これ美味しそうだわ。バニラビーンズは中の種がめちゃくちゃ香りするんで、切りながら入れていきましょう。ハサミまでいい匂いになってる。軽く混ぜ合わせて、これでまた1ヶ月寝かしていきます。最後の工程です。このザラメを溶かしつつ少し焦がしてここに入れて、それをろ過したら完成です。いつもお世話になっているスノーピークのお鍋と
外のガスバーナーでやっていきます。ファイヤー。それではザラメを溶かしていきます。投入。わあ、めっちゃいい匂いする。少しお湯を加えます。もう一杯お湯を入れます。ザラメがなかなか溶けなかったので、さらにお水を加えました。しっかり溶けましたね。でここからなんですけど、混ぜすぎるとザラメが結晶化してカラメルにならないので、ここからはあまり混ぜずに煮詰めていきます。だいぶ煮詰まってきました。温度はというと130度超えてますね。いい感じで温度が上昇しています。水分がなくなった途端に温度が急上昇してカラメル化していきます。カラメルになるにはザラメが再結晶化せずに分解されて焦げていく必要があります。カラメルソースはだいたい160度から180度ぐらいの間で作られるので、もうちょっとですね。あんまりかき混ぜすぎて結晶化するきっかけを与えてしまうと、そこから全体がね一気に結晶化してお砂糖に戻ってしまうので、ここは慎重に混ぜすぎないように煮詰めていきます。見極めるポイントなんですけど、匂いと色で見ていってもいいんですけど、温度計があると確実だと思います。180度から190度を狙いたいと思います。砂糖の甘い香りと香ばしさが相まってめちゃくちゃいい香りがしています。たまらん。どんどん温度が上がっていきます。ここまで来るとお砂糖が分解されて再結晶化することはもうないです。完全に水分がなくなって一気に温度が上昇してますね。170度。結構飴の匂いがしてきました。すごいいい香り。うわー、これがくるみの先に入るんだ。めっちゃ楽しみ。これただザラメを入れるのとは絶対違いますね。カラメルの香ばしい香りがしています。180度になったら火を止めましょう。お、180度いきましたね。止めましょう。ここで止めましょう。ここで止めないと今度はね苦味が出てしまうので、ちょうどいい180度で、これがね固まってしまう前にノチーノのお酒に入れていきましょう。匂いはというと、いろんなスパイスを入れたことによって確実に香りが良くなっています。投入。おー、大丈夫なんかこれ。めっちゃじわじわ言ってる。そりゃそうだよね。180度のお砂糖が入ったんだから。細く垂れたところはもう固まって飴になってます。中にね今こうやってべっこう飴ができました。これをよくかき混ぜて溶かしていきましょう。こっちのお鍋にもまだいっぱいねべっこう飴がついてるんで、これはお酒を入れて溶かしましょう。もったいないんでね。じゃあこれをしっかりね溶かしていきましょう。バッチリ溶けました。お鍋の方もしっかり溶けたんでね、戻します。綺麗になりました。そしたら最後の工程、ろ過をしていきます。落ちてきました。くるみのお酒ノチーノ。この一滴一滴が完成品です。楽しみ。すごいゆっくり。コーヒーより遅いなこれ。でもねこれをやることによってザラつきのない舌触りのいいお酒になるんで、頑張ってろ過していきます。マジか、拉致が開かない。10分でこれしか出てない。結構くるみの細かいカスがあるみたいですね。コーヒーのフィルターを目詰まりさせてこんなにゆっくりしか落ちないみたいです。最後のこの工程が一番めんどくさい。美味しいものを作るためにはこれくらい努力が必要ってことですね。頑張ります。おーい、全然落ちない。減ってないしね、ほとんど。いやこれはいかん。これも追加しよう。粉っぽいものが多いっていうことなんで、これをやらないと舌触りがちょっと変わるかもしれませんね。頑張ってやっていきます。遅い。こんなにたくさんの粒子があったらそりゃ落ちないですね。なんかねこの粉ももったいない気はするんですけど、舐めてみようか。いただきます。おー、美味しいな。この1瓶分だけろ過をして、それ以外はねこの中に残したまますくって飲みたいと思います。なんとかろ過が終わりました。ちょうどこのボトル1本分ぐらいはあると思います。できました。ノチーノができました。いやー長かった。その手間がかかった分めちゃくちゃ飲むのが楽しみです。イタリアンウォールナットリキュールのノチーノができました。ここからさらに数ヶ月寝かせて熟成させるらしいんですけど、もう飲んじゃいます。ノチーノは胃もたれや胸焼けに効くと言われていて、食後酒としてメインディッシュなどに提供されます。今日はメインディッシュがないんですけど、ノチーノを楽しみたいと思います。ノチーノはだいたいこれくらい、これを1杯飲む程度のお酒なんですけど、いくつか楽しみ方があるので最後まで見ていってください。それではいただきます。乾杯。うまい。うまい。めちゃくちゃうまい。複雑な甘い香りが鼻から抜けていきますね。特にバニラビーンズがいい仕事してますね。いいお酒ができました。すごく美味しい。くるみのナッツ系の風味と3種類のスパイスの香りがめちゃくちゃマッチしてます。うまい。渋みとかは全くないです。芳醇な甘い香りがしてすごく美味しいです。
うまい。これね、コップもまだまだ芳醇な甘い香りがしていてもったいないですよね。ということでここにコーヒーを注ぎます。いやー、なんか贅沢っぽい感じ。コップに残ったノチーノをコーヒーに溶かしていただきます。コーヒーアロマに甘い芳醇な香りが重なっていい。最高。食後にこんな贅沢が待ってたら目の前の料理をさっさと食べてこれを飲みたくなるかもしれない。そして最後に、この飲み方だったらパーティーとかで甘いお酒の代わりにいいかもしれません。ノチーノのミルク割りです。これ絶対うまいやつ。いただきます。うまい。めちゃくちゃうまい。これは女性に絶対人気が出ると思います。ノチーノの甘さがミルクの香りとマッチしてて美味しいです。こういう時間のかかるレシピは瓶を見るたびにまだかまだかと思いますが、ようやく飲めた時の感動がひとしおですね。概要欄とコメント欄に今回のレシピを載せておくので、ぜひ参考にして来年の5、6月に若いくるみを拾ってぜひチャレンジをしてみてください。この動画を楽しんでいただけた方はぜひ高評価ボタンと友達への共有をお願いします。これからも楽しい動画をどんどん投稿していくので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。バイバイ。